はいどうも皆さんこんにちは。サーリーの河野玄斗です。宮廷大ウィーク最終日は東北大学ということで、ゴールデンウィーク期間は河野塾イズム塾長である僕が毎日旧帝国大学の最新年度の入試を丸1年分実況プレイしています。受験生の方はゴールデンウィークは勉強が進んだ期間だったという風に胸を張って言えるように、最後まで気を引き締めて頑張っていきましょう。宮廷大の問題は両問難問揃いであるということは言わずもがなだとは思いますが、今日もその入試問題をワクワク楽しみながら実況プレイしていきます。そもそも実況プレイっていうのは、僕がね初見の問題を解きながらただ思ったこと考えたことっていうのを話していくっていう内容なんですけど、皆さん入試問題解くのってゲームみたいで楽しくないですか？だって勉強を通してね集めてきた武器を使って入試問題っていうボスを試行錯誤しながら倒していくのってもう完全にゲームと一緒ですよね。しかも僕自身がね初見の問題にどういう風にアプローチしているのかの思考プロセスを皆さんと共有できるので、もう勉強にもなるし一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのは2024年東北大学の理系数学。例年骨のある難問出題してくる印象がある東北大は今年かなり難化したらしくて、人によっては東大より厳しいセットだったと感じるぐらいのセットだったそうです。数学は6問で150分、いわゆる捨て問も出題されたとのことで、全部解ききれるか不安ではありますが、優秀の美を飾れるよう楽しみながらゲームクリア目指していきます。はい、それでは東北大学の実況プレイやっていきましょう。どんな難問と出会えるか楽しみですね。ちょっと楽しみすぎて武者震いしてきました。まずは第1問から A を正の実数とし、fx イコールこれとすると、O を原点とする xy 平面上の放物線 C イコール y イコール fx、二次関数ですね。の頂点を A とする。で、直線 OA と C の交点のうち A と異なるものを P とし、なんかちょっと図書かなきゃわかんないですね。とりあえず二次関数があって、こんな感じで二次関数があるわけですね。頂点が A3A2 乗ですね。で、A が正の実数だから、こんな感じ。A3A2 乗があります。で、この頂点を A として、OA と C の交点。だから、ここが A で、OA、原点を通る P と引いてあげて、もう片方の交点を P としますよと。で、O から C へ引いた接線の接点を Q とする。で、Q 大なり0。なるほど。だから、原点から放物線に対しては2本接線が引けるんだけど、そのうち傾きが正の方。この接点を Q としてくださいね、という問題ですかね。で、括弧1が PQ の値、を A を用いて表せ。また P 大なり Q であることを示せ。これは楽勝ですね。サービスですね。この直線の方程式っていうのが y イコール 3ax。A3a2 乗通るからね。っていうことがわかるので、y イコール 3x とこれを連立させれば、x2 乗引く 5ax プラス 4a2 乗イコール0を解いて、x イコール a が一つの解っていうのは分かってますし、4a ですね。この 4a ということが p が分かって、q の方は、この接点の座標。これも、もちろん y イコール mx っていう風にね、直線を置いて連立させて判別式イコール0でもいいんですけど、接点から考えた方が直接的に q 求まりますよね。このように、点 q の座標が起きるので、q における、接線の方程式っていうのを考えると、y イコール、これ微分すると 2x-2a だから 2q-2a。で、通る1点が q、q2 乗マイナス 2aq。プラス 4a2 乗。で、これが原点00を通ればいいので、x と y に0と0を代入と、ここまでは楽勝ですね。これ計算すると、q についてね、解いてあげたいので、q の2次の項は、マイナス 2q2 乗足す q2 乗。左辺に移行すれば q2 乗。1次の項は、プラス 2aq-2aq。消えますね。で、定数項が 4a2 乗か。だから q の2乗イコール 4a2 乗になるから、q イコールプラスマイナス 2a のうちのプラスの方。なので Q は 2a というふうに求められますね。で、P 大なり Q はもう明らかですよね。P-Q っていうのを計算すると 2a になって、で、A が正の実数だから正ですね。はい、終わり。括弧1は落とせないでしょう。で、続いて括弧2番が、放物線 C の、Q 以上 P 以下の部分。どこだろう。Q 以上だから、こっからここか。で、線分 OP。ここですね。この面積を S と置く。で、S を A を用いて表せ。で、括弧3は S イコール3分の2となる時の A の値を求めよう。第1問に関しては、これサービス問題ですね。これ積分計算で求めていけばいいわけなんですけど、こういう風に直線でね、構成されている部分については、三角形を使うとかっていう工夫をしてあげるといいですね。ここの三角形の面積は、底辺の長さが 4a。2分の 1×4a かけ、高さは、傾きが 3ax なので 12a2 乗ですね。12a2 乗。そっから今度は、
この OQ の部分っていうのは直線で構成されているので、三角形で考えると、OQ のこの x 座標の差は q が 2a だから2分の 1×2a かけ、高さは、この OQ の傾きっていうのを考えたわけですね。2q-2a。q が 2a だから 2a ですね。ってことは高さは 4a2 か。これが三角形の部分。そっから PQ のね、放物線で囲まれてる部分っていうのを引いてあげればいいと。2a から 4a まで fx。x2 乗引く 2ax プラス 4a2 乗。これを積分してあげればいいわけですね。あとは計算。これ約分して24-4だから 20a3 乗っていうのが出てきて、引く、これ、そうだな。x-a の2乗プラス 3a2 乗っていうのは、頂点でね、求めた通りなので、これを使ってあげることによってちょっと楽できるかな。3分の 1x-a の3乗で 4a から 2a 引く。この 3a2 乗の部分の積分っていうのは、4a-2a の 2a かける 3a2 乗だから、6a3 乗。ということで、14a3 乗っていうところ引く、こいつはね、4a 入れると、3a の3乗、27で2入れると、1だから、3分の26か、a3 乗。ということで、3分の 16a3 乗っていうのが出てくるのかな。はい。で、カッコ3は、これが3分の2だから、a の3乗が8分の1。a が、正の実差が2分の1だね。はい。これはサービス問題でした。これをね、いかにしてパッパッとね、正確に解いていくかっていうことが非常に重要ですね。でもこれはもうほんと教科書レベルの問題かなっていうふうに思います。ではラスト、第6問。長いですね。必要であれば、タンジェント2分のシータイコール u と置く置換積分を用いても良いと。それは要はね、その積分をさせたいんだなっていうことですね。では問題。XYZ 空間内の XY 平面上にある円 C および円盤 D。内側が塗りつぶされただけですね。を考える。D を底面として点 P を頂点とする円錐を K とK とすると。一旦図示しながら聞いていきますか。XYZ 平面があって、こういう風に半径が1の円がありますよ。で、点 P001 を頂点とする円錐を K とすると。ここまでいいでしょう。で、A が0-10。B が010。ここですね。としますと。で、XYZ 空間内の平面 H、Z イコール X を考えると。Z イコール X ということは、こういうやつですね。こういうやつ。ちょっと汚くなるので、一旦ね、後回しにするとして、すなわち H は、そうだよね。XZ 平面上の直線 Z イコール X と線分 AB。なるほど。これで円錐を切っていくのかな。共に含む平面である。K の側面と H の交わりとしてできる曲線を E とする。だからこういうことですね。この曲線が E。で、マイナス2分の π から2分の π を満たす実数 θ に対して、円 C 上の点 Q、コサイン θ、サイン θ0 を取り、線分 PQ と E の共有点を R とする。なるほど。だから、ここにね、コサイン θ、サイン θ0 っていう Q があったときに、PQ と E の共有点を R としますよと。で、括弧1番が、線分 PR の長さを Rθ と置く。Rθ を θ を用いて表せ。これは、点 R っていうのは、Z イコール X 上の点であり、かつ PQ 上っていう風に考えてあげれば難しくないですね。ベクトルの基本、これも徹底基礎講座でやってますが、この点 R っていうのはどういう点ですかっていうことを考えてあげたときに、PQ 上かつ Z イコール X 上。これで1位に決まりますからね。じゃあ、まず、PQ 上っていうことから、まず PR ベクトルっていうのを考えると、PR ベクトルっていうのは、K 倍するところの、K 使ってないですよね。K 倍するところの PQ ベクトル。Q ベクトル、Q がコサイン θ、サイン θ0。P が001だから、Q-P っていうのを考えてあげると、コサイン θ、サイン θ、マイナス1と。で、これが Z イコール X 上にあればいいので、結局、点 R の座標の X 座標と Z 座標が同じであればいいのか。だから OR っていうのは OP001 足す PR っていう風に考えると、K コサイン θ、K サイン θ、1-K っていう風になります。この X 座標と Z 座標が等しくなればいい。よって K っていうのが1プラスコサイン θ 分の1。θ がマイナス2分の π から2分の π の範囲っていうのを確かめたことによって、コサイン θ マイナス1になんないなーっていうことをね、一応チェックしました。で、その上で Rθ を求めたいわけだから、Rθ っていうのは
PR の長さでしょ。PQ の長さの K 倍ですね。PQ の長さは、ルートコサイン2乗足すサイン、ルート2か。1ルート2ですね。高さが1で、半径が1。だから PQ の長さはルート2っていうのはすぐわかるので、ルート2の K 倍。これ倍から R シータっていうのは1プラスコサインシータ分のルート2ですかね。まあ、妥当性チェックとしてはシータイコール2分のパイっていうのを入れたときにルート2になるはずなんですよ。なりますね。OK。問題ないでしょう。OK。じゃあ、括弧2番。円錐 K の側面のうち、曲線 E の点 A から点 R までを結ぶ部分。ここですね。線分 PA と、および線分 PR によって囲まれた部分。なるほど。側面の部分だね。を S シータと置く。シータと実性1がこれを満たすとき、次の不等式が成り立つことを示せ。やりたいことは分かりました。これ、面積を T。この側面の部分の面積を求めさせたいんですね。これはもう、この形から見て明らかです。まあ、とりあえず何をしたいかというと、R シータが1プラスコサインシータ分のルート2。今、シータが0以上。この範囲においては、R シータは単調増加かな？単調増加ですね。この範囲において、R シータは単調増加。っていうことが言えるので、結局まあこれ、展開図考えてあげればいいわけですよね。この円錐の側面っていうのを考えるにあたって、展開図っていうのは欠かせません。中心角の部分は、ルート2分の1か。まあその半分っていうことを考えると、こんな感じ？ざっくり。で、ここの部分が A で、ここの部分が B と。で、今、シータが0以上のところを考えているので、これ点っていう風に半分で割った時の、点 R っていうのは、ここら辺ですね。点 R と。で、今、この部分の側面積。この面積っていうのを考えてるわけなんだけど、今考えたいのは S シータプラス H 引く S シータと。だから結局、シータがちょっとずれた時に、どうなるのっていう話ですよ。差分のここにね、着目しましょうっていう話ですね。で、今、ここの R シータっていうところが単調増加なので、結局何で挟むことができるかというと、この半径が R シータの扇形、そして半径が R シータプラス H の扇形で挟むことができると。ということで、S シータプラス H 引く S シータっていうのは、これ R シータ。これそのまんま使うことができるわけですね。いいのかそれで。じゃあ、R シータ。R シータの2乗。2分の1、R シータプラス H の2乗かける、この中心角。中心角一旦シータダッシュとしますか。シータダッシュ。で、左辺側は2分の1倍の R シータの2乗。2乗かけるシータダッシュと。こんな感じで不等式評価ができるわけですね。で、あとは、このシータダッシュっていうものが、おそらく、ルート2分の H みたいになるのかなっていうことがわかるわけですけど、これは、あれですね。円錐の基本的な考え方っていうのが分かってれば楽勝ですね。ここをピーっていう風に伸ばしてあげると、結局、ここの部分の長さと、ここの部分の長さがイコールになるわけですよ。そうですよね。展開図のペローンってめくってあげたときに、ここの長さとここの長さっていうのが同じになるはず。で、ここの角度が H ということなので、このオレンジの部分の長さっていうのは、底面の半径が1だから H と。で、ここの長さっていうのがルート2なわけだから、シータダッシュっていうのはルート2分の H ダッシュ、H という風に求めることができるから、これベって入れれば、2ルート2分のこれ、そうだね。同じ形になってるというわけですね。図形的に考えつつ、R シータ単調増加だな。だからこういう風に挟めるなっていうことが分かれば、カッコ3は難しくないかなという風に思います。で、カッコ4が側面積ですよね。円錐 K の側面のうち、X が0以上の部分と E により囲まれた部分。なるほど。この下側の側面積を求めてくださいという問題なわけだから、これR シータ側考えちゃダメですね。最後に、その円錐の側面の部分からちゃんと差を考えなきゃいけない。一旦上側考えますか。上側考えると、この式から何が言えるかっていうとね、H で割りましょう。H で割ると、H 分の S シータプラス H 引く S シータ。H と。これ H 極限ね。
無限に飛ばすことによって、S プライムシータっていうものが、これ2ルート2分の R シータの2乗と。こういう風に変換することができるわけですよ。結局ね、この S シータっていうのを微分したら、R シータの2乗って2だから、2が1個約分されるのか。ルート2、カッコ1プラスコサインシータの2乗分の1と。S シータ微分したらこいつになるわけだから、ね、S シータを求めたいんだったら、こいつを積分すればいいじゃないと。ルート2分の1を1回外に出してあげて、1プラスコサインシータの2乗。で、どっからどこまで積分するかというと、シータを0から2分の π まで積分したもの。これを2倍すればいいんだよね。だからルート2分の1のところがルート2になる。なるほど。これ計算すれば、上側が出ると。だからあとは下側を求めるためには、この円錐の側面積の半分。円錐の側面積、これ公式があって、ここ、L、底面の半径 R とすると、側面積は S イコール πLR と。母線かける底面の半径かける π で求められるってことを知ってれば、ルート 2×1 かける π の半分と。つまり求めたいのは、これちょっと忘れないうちに、これ絶対忘れちゃうので、今のうちにね、忘れないうちに2分のルート 2π 引くっていう風にしときますか。そうだよね。ルート 2×1、ルート2の半分の π 倍と。これちょっと忘れないようにしないとなーっていうので、あらかじめ書いときました。で、その上で、あとはこの積分をしてあげればいいんだけど、どうせタンジェント2分のシータイコール u っていうのを使わせるんでしょと。なるほどね。まずね、1プラスコサインシータっていう風に見たときに、反射的にこれを思い浮かべるわけですよ。これイコール2コサイン2乗2分のシータと。これぜひ思い浮かべられるようになってほしいですね。数差の積分において1プラスコサインシータはこういう風に変換したくなる。っていうことをね、前提に、式変形してあげると、2分のルート 2π 引く、ルート2倍するところの0から2分の π。で、分母の部分が、これの2乗だから、4コサイン2乗、コサイン4乗2分のシータ、1d シータと。こういう形になるわけですね。で、これまたね、数差の積分やってればパターンとして押さえてほしいんですけど、コサイン2乗シータ分の1。これでね、表される関数については、タンジェントシータと相性がいいと。つまり、これコサイン2乗2分のシータの、分の1の関数として表されるので、タンジェント2分のシータで置くのは、至極真っ当というか、自然な発想だなっていうふうに思いますね。ここら辺のパターンもね、もう徹底基礎講座で何回も話してるんですよ。これを、1たす u の2乗計算することによって、コサイン2乗2分のシータ分の1っていうのが出てくるし、du っていうのを計算すると、これ微分したら、2分の1倍するところのコサイン2乗2分のシータ 1d シータという風に変換されるので、引くルート2。まず、2コサイン2乗2分のシータ d シータのところを du に置き換えると、2分の1が1個残って、コサイン2乗2分のシータが出てくるから、1プラス u2 乗と。で、シータの範囲っていうのを u に変換してあげたいわけだから、シータが0の時は u は0。シータが2分の π の時は u は1ですね。よっしゃ！あとは、楽勝。イコール2分のルート 2π 引く、2分のルート2倍するところの1プラス u2 乗の積分。u 足す3分の 1u、3乗だから、3分の4ですね。かける3分の4。よって答え、2分のルート 2π 引く、3分の2ルート2かな。こんな感じで答えを出すことができるわけですね。この問題はですね、積分の本質がちゃんと分かってれば全く難しくはないかなっていうふうには思うんですけど、でも、ここまでね、積分っていうことをちゃんと理解して、かつね、円錐の状況っていうのをちゃんと見極められる受験生っていうのは、制限時間も加味すると、なかなかいないんじゃないかなっていうふうに思うので、これ解けた人は、本当に一握りかなっていうふうに思います。よって、ft っていうのは大なり f1 イコール0ということで、これが示せるので、ここから遡っていくと、x プラス1引く2ログ t、x プラス1が0より大きいってことが示せるわけですね。この背景には、固有値とか固有ベクトルとかっていう話が分かってるから、もう思わずね、複層協約取ってしまいましたね。しかもこれ似たような問題、徹底基礎講座で扱ってるんで、カッコ1、カッコ2、ここまではもう徹底基礎講座で、ほぼ全く同じ問題あります。まず、36の時。36の時は、ここが完全に一致するっていうことが言えたわけで、とりあえず、
答えが合ってるかどうかっていう採点の方をしていきたいと思います。よし。ということで、無事全問正解することができました。いや、よかった。いや、これ、難しいっすよ。今年難しいっすね。まず第6問。これはね、完登した受験生はかなり少ないかなと思います。で、第5問も、一般的には難しい問題だと思います。このセットでは落とせないっていう感じの問題ですかね。で、第4問。うわー、このね、4番も難しかったですよ。これに関しては、例えば空間における速の話だったり、あとは平面に対してのね、放線ベクトルだったり、外積だったりとか、普通ね、教科書じゃ習わないよっていう内容だったりっていうのを学んでないと、かなり厳しい問題ですね。徹底基礎講座ではそういうもう大学受験で使うでしょうっていう話に関しては、もうね、高校の範囲、逸脱してたとしても全部教えてるので、それを組み合わせれば全く問題なく解けるっちゃ解けるんですけど、かなり厳しい問題ですね。第3問もね、最後の問題とか、強約な複素数を考えるっていう発想難しいですし、第2問もね、平均値の定理難しいし、第1問だけオアシスでしたね。こういったね、難問揃いのセットで、無事全問正解することができたんですけど、そんな僕の数学力が全て詰め込まれた徹底基礎講座という講座があります。正直ですね、今回の問題に関してもね、難問であったといえども、徹底基礎講座で話した思考プロセスっていうのを使っていけば、必ずね、解けるようにはなっているので、ぜひね、周りの受験生に差をつけたい方は、概要欄の方からチェックの方よろしくお願いします。また今後も面白い動画たくさん出していこうと思いますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。